ご視聴ありがとうございます。今回は臨海部にある廃線跡のご紹介です。かつて製造業を支えた路線の栄枯盛衰の歴史と随所に残る痕跡、そして最大のハイライトの今と未来に迫ります。建物が建った場所と何もない場所、その共通点にも注目です。ここは JR 京葉線の塩見駅です。京葉線は東京駅から東に伸び、東京東部と千葉県を走る路線。この駅の手前で線路が地下から出て一気に高架線になります。私が向かうのは駅の北側にある運河の向かいのこの部分。長い線路が並び、さらに横では線路が密集。塩見駅を出ます。駅前では最近ホテルなどが建ち、街並みが変わりつつあります。京葉線が地下へ向かう取り付け部分を横目に運河に架かる橋を渡ります。映像でお伝えできないのが残念ですが、潮の香りがずっと漂っています。さらに別の運河を渡った先に見えるあのアーチ状の橋が京葉線が地下に入るところの真上にある橋です。橋の真上からの映像がこちら。京葉線の左側に線路が1本あり、先の方で分岐しています。ちょうど地下から出てきたところに上下線を結ぶ線路があり、下り線の横へ分岐。さらに奥で高架橋から外れ、左奥へと繋がっています。ただしこの線路には架線がない上、ポイントも簡易的なもののため、普通の電車は通れず、あくまで保守用の小型車両などが通ることを想定した線路です。そしてこの左奥には、なんだかワクワク感の漂う施設が。向こうへ行ってみましょう。先ほどのカットにも映っていた通り、この辺りの線路には架線がないため、電気機関車などはここには来れません。奥に止まっているのは、キア E195 系。JR 東海が導入したキア97系をベースに、2017年に登場した JR 東日本のレール輸送車両で、どの路線でも走れるよう、電車ではなくディーゼルカーとなっています。この奥には、レールを上げ下げするためのアームを備えた装置が何台も続きます。遠目には貨物駅にも見えましたが、少し違うようです。そして線路が並んでいる場所は東西800メートルほどに広がっていますが、道路があるのは西側300メートルほどで、真横を通れるのはここまで。一方フェンスの左奥には、このチャンネルでもたびたび見かけた車両が、今映っているのが15000系で、入れ替えで手前に割り込んできたのが05系です。この敷地の北側には、冒頭の地図で大量に線路があった東京メトロの深川検車区があります。車両が行き交う深川検車区に比べ、こちらの車両は全く動かず、人影もありません。レールは錆びていないだけに、なんだか不思議な感じです。先ほどの橋から反対側を見てみます。一本だけ伸びた線路の先に、道路を挟んで別の敷地が広がっています。そして双方の敷地は向きが微妙に違います。まず、この場所の正体とその歴史、そこから広がる敷地の概要を、ここでおさらいです。この場所の正体が、JR 東日本と JR 貨物の越中島貨物駅。総武本線の小岩駅から伸びる貨物線、通称越中島支線の終点です。1929年、途中にある小名木川の水運との連絡のために開業した路線で、58年にここまで延伸されました。なお、90年3月に京葉線の越中島駅が開業するまで、ここが越中島駅という名称でした。場所自体は、今の越中島駅よりも塩見駅の方が近いです。一方、第二次世界大戦後、この南西の晴海エリアにあった埠頭が連合軍に接収されたことで、代わりの埠頭が必要になりました。大戦前から建設が進められていた豊洲埠頭の工事が緊急に再開され、50年11月に埠頭の使用が始まると、そこに至る鉄道が必要になります。53年7月、越中島駅から豊洲石炭埠頭までのおよそ 2.6 キロ、東京都港湾局専用線の深川線が開業。越中島駅の開業より早いのは、越中島駅が当時、正式には開業していないことになっていたからです。55年3月に、深川線から分岐する路線、豊洲物揚場線の最初の区間が開通し、59年3月までにおよそ 1.5 キロの路線が全通しています。この路線は、将来的に有明方面への延伸も想定されていたそうです。その後、晴海地区の接収が解除されると、晴海埠頭までを結ぶ晴海線が建設され、57年12月に開業しました。これらの路線には多くの支線があり、
当時臨海部にあった各社の工場とつなげられ、多様な品物を運んでいました。66年10月には、越中島駅の改良工事が完成。敷地も線路も爆増し、それまで小名木川駅で行われていた貨車組み替えなどが、越中島駅で行われるようになりました。役割を増していった港湾局専用線、そして越中島支線ですが、時代の流れとともに衰退を迎えます。トラック輸送の台頭の煽りを受け、85年1月に豊洲物揚場線が廃線になり、86年1月には深川線の一部区間も廃線。89年2月には、深川線の残りの区間と晴海線が廃線になり、65年に輸送量のピークを迎えた港湾局専用線は、最初の廃線から4年余りで、全線廃線になりました。残された越中島支線でも、97年には越中島貨物駅を発着する定期貨物列車がなくなり、小名木川駅は2000年に廃止。跡地は、マンションや商業施設になっています。越中島貨物駅は敷地面積も減り、住宅やバスの車庫になっているところもあります。今の役割は、岸壁で陸揚げされるレールや、貨物列車で運ばれてくるレールの輸送。南側の運河の向かい側からは、陸揚げに使うと思われるクレーンが見えます。定期貨物列車がなくなったこともあり、非常に静かな場所になりました。海ではクラゲが泳いでいます。また、港湾局専用線の痕跡も、徐々に薄れつつあります。2000年代から臨海部の開発が本格化したことで、特に晴海豊洲エリアには商業施設やマンションができ、区画自体が作り変えられたこともあり、線路跡は大半が消滅しています。ここから数少ない遺構を順番に辿っていきます。向かって左の住宅は貨物駅の縮小で余った土地を利用したもの。なお、一本だけ伸びているこの線路は貨物駅から直線で伸びていたものの、京葉線の建設時、トンネルとの兼ね合いで向きが変えられました。奥の廃線跡と向きが違うのはそのためです。また、この右側の住宅があった場所に、かつて貨物駅から直線的に伸びていた線路があり、直接奥につながっていました。ここから先が、東京都港湾局専用線の廃線跡。先ほどよりも、敷地の幅が広がります。左右にあった線路は道路の手前で行き止まりになっており、真ん中の線路だけが道路の向こうに続いていました。草が茂り、柵が錆びて折れている場所もあります。周囲には駐車場やトランクルームがあり、JR 東日本や港湾関係の団体の名前が並びます。東京都は当初、臨海部の鉄道は国鉄主体の建設を望んでいたものの、協議がまとまることはなく、すべてを東京都が建設することになりました。専用線は港湾設備の一部として建設され、東京都でも交通局ではなく港湾局が、当時の運輸省でも鉄道局ではなく港湾局が所管するなど、一般の鉄道とは扱いが違いました。先ほどは草で覆われているように見えた場所も、反対側からは線路がはっきり見えます。この区間が廃止になって30年以上。まとまった広さの土地ですが、住宅などは建っておらず、時が止まったような状態です。一方この反対側は、様子が違います。あれは、今年春にオープンした障害者施設。それまでは左にカーブした土地がきれいに残っていたのですが、反対側まで建物があり、遺構は残っていません。なお、後ろの道路の東西にある土地の一部は、京葉線のトンネルと重なっています。これらの範囲は、鉄道建設運輸施設整備支援機構が土地の権利を保有しており、建物の加重制限などがあります。あの土地が未だに空き地なのは、そういった理由もありそうです。そしてこの先は、また様子が違います。フェンスの向こうは木々が生い茂り、奥は見えなさそうですが、場所を変えるとこの通り。土手の上に単線の線路が今でも残っています。横の桜の木はこの上の枝が切られており、非常に見通しが良いです。そしてこの右側には、踏切か何かの機械が入っていたと思われる箱が今も残っています。運河の向こうでは、2008年に土地が大手不動産会社に売却され、その後専用線の跡地を含む土地にマンションが建ったのに対し、こちらでは跡地を含めずに建てたため、廃線跡が残っているというわけです。一方、運河の向こうのマンションの先では、駐車場になっている土地が続きます。京葉線のトンネルはもうありませんが、このような用途に留まっている場所も少なくありません。道路を挟み、第一駐車場が続きます。第二駐車場と同じように、左に曲がった土地ですが、
奥には綺麗な建物が見え、街並みが変わる気配がします。そしてこの先で線路は高さを上げていました。車の後ろにコンクリートの構造物が見えるでしょうか。運河に架かる橋から見ると奥の方に橋脚が2つ見えます。これがかつて運河に架かっていた橋梁の遺構。当時から船舶の航行を考慮していたのか、橋脚が両端に寄っています。橋脚を撤去するのは大変なので、夜間に光ると思われるライトがついただけで、廃線後もそのまま残されています。そして残っているのは、先ほど駐車場の奥にあった向こう側の橋台も同じ。真ん中には銘板も残っていますが、ここからでは文字はほとんど読み取れず、大阪のゼネコンである銭高組が施工したことが、かろうじてわかるだけです。なお、先ほど通った橋の近くには、このようなものが。当時のレールを使ったもののようですが、レールは奥に行くほど開いており、間隔は一番狭い場所でも 1.5 メートル。実際に敷かれていたレールの間隔は 1067 ミリ、1メートル余りであり、それとは違います。ここは線路があった場所からも離れており、後から作ったものです。そして運河のこちら側では、周りの様子が変わります。東京メトロ有楽町線とゆりかもめの豊洲駅が近づき、再開発で街がすっかり変わったエリア。この小道は線路跡を保存するためではなく、再開発でマンションを建てる際、住環境の兼ね合いで作られたものです。そしてこの先に、もう一つの遺構があります。木の影が入っているので分かりにくいですが、2本のレールが平行に敷かれています。ここは深川線と豊洲線が分岐していた場所ですが、こちらもレール同士の間隔は 1.2 メートルあり、当時のものではありません。この横には、埠頭でよく見かけるやつがモニュメントとして残されていますが、もちろん移設されたものです。ここから300メートル先で、専用線は大通りと交差していたのですが、痕跡はありません。このような場所では、遺構をそのまま残すのは難しいですね。横断歩道の先には、以前別の動画でご紹介した湾岸エリアのバス路線、東京 BRT の豊洲バス停が、ここは今年春に開設されたバス停です。街もすっかり変化し、遺構は残っていないように見えますが、実は一番はっきりした遺構がこの先にあります。整然とした街並みの奥にあるこの場所、鉄橋のイラストがあります。かつてここに造船所を構えていた会社の本社の横を通り、奥の交差点を左に曲がります。その先の運河にあるのが、この橋、晴海線の橋梁として活躍したものです。運河のこちら側は生垣が途切れ、橋を間近に見られます。全長およそ190メートルのこの橋は、中央の60メートルがローゼ橋と呼ばれる構造で、両側がコンクリート橋。いずれも鉄道の橋としては、国内で最初に採用された貴重なもの。この近くには、造船所の跡地を活用した船着き場があり、豊洲浅草間を結ぶ船をはじめ、多くの船が航行しますが、橋が撤去されることはなく、そのまま残されています。画面奥にも再開発でできた建物が並ぶ中、ここだけ時が止まったようです。一方この橋、数年前までは線路なども残っていましたが、それらはきれいに剥がされ、周りもシートなどで覆われています。廃線から30年余り、ついにその時が来たのかと思いきや、そうではありません。ここでは今、鉄橋の補修工事が進められています。その目的が、まず大規模地震でローゼ橋が倒壊しないようにする補強、そして耐久性を高める補修です。対象箇所は、図の赤い部分。橋の上とローゼ橋の裏側の骨組みです。この工事は、今年1月から来年2月まで行われる予定のもの。一方、おととし2月から去年1月までは、橋の下の方を中心とした改修工事が行われていました。この対象箇所が、図の赤と青の部分。足元を固めた上で、上の方を進めるというわけです。橋脚や橋桁が補強され、ローゼ橋の左側には、補強で付けられた部材がはっきり見えます。将来的に、建設当時の色合いを復元した上で遊歩道になる予定で、再来年度の完成予定。常に潮風にさらされ、建築物には厳しい環境ですが、完成すれば、湾岸エリアのランドマークがまた増えることになりそうです。また、この鉄橋の先には、晴海線の線路跡が少しだけ残っています。向こう岸の駐車場の横には、橋梁からやってきた線路跡が左カーブで残っています。
ここも含めれば駐車場がもっと広くなるだけに意外な場所です。そしてこの背後にあったのが晴海機関区。今後 BRT ターミナルの建設を含めた再開発が予定されているものの、関係各所との調整が難航しているためぽっかりと土地が空いています。そしてここから先、晴海エリアの一番奥にあるのが東京五輪の選手村跡地を転用した住宅地晴海フラッグ。その間にある港湾施設ではアスファルトに埋まったレールの跡があったのですが、すでに改修されたのか伺い知ることはできませんでした。豊洲エリアも再開発が進み、痕跡はないようです。時代の流れとともに痕跡が減る中、保存の取り組みがなされるのは嬉しい話ですね。ご視聴ありがとうございました。